こんにちは、漫画素材工房です。今回は Twitter の方で募集をした煽りの顔の添削をやっていきたいと思います。こちらは匿名希望様からのご応募です。釣り目、釣り眉のキャラの煽りが構造理解できませんとのことで、早速添削していきたいと思うのですが、釣り目、釣り眉のキャラの煽りの顔については過去動画でも解説しているので、気になる方は概要欄のリンクもご参照ください。基本的なおさらいとしては、このように煽りアングルになると、釣り目のキャラもこの顔の構造線のラインに沿って垂れ眉になるということですね。煽りの顔で釣り眉のままに描いてしまう方が多いんですけれど、煽りの顔で水平アングルと同じ釣り眉を描いて水平アングルにもう一度戻すと、こんな感じでおでこに突き抜けたような印象になっちゃうんですね。釣り目のキャラを垂れ目、垂れ眉で描こうとすると別人の顔になってしまうので、ポイントとしては上まぶたを釣り目のまま、下まぶたを垂れ目にしてあげるという手法が二次元の絵を描く場合にはいいんじゃないかなと思いますね。こんな感じですね。上まぶたは釣り目にしつつ、下まぶたは垂れ目にして調整をするという感じです。そして眉の方も眉頭を釣り目にして目尻の方を下げてあげると、それっぽい雰囲気になると思います。ただこの方の場合、それ以外に大きな問題がありまして、キャラクターの顔のあたりをおそらく水平アングルと同じ直線で撮ってしまっているんですね。そしてこっちは釣り目なんだけど、こっちは垂れ目になっていたりして、バランスが非常に悪いような状態ですね。あとはこの当たりに合わせて横線を取ると、本当はここにも眉頭が来なければいけないんですが、片方にずれているため全体が歪んで見えてしまうんですね。顔の縦のラインについても、このビネがこの正中線に来て、この鼻の底面ですね、この尾中と呼ばれる部分の終着点がやはり正中線に来ているのが望ましいんですけれど、ここがずれてしまっているので、縦横両方でずれていてアンバランスさがより強調されてしまっているんですね。なので十字線と頭部の当たりというのはしっかりと各パーツをガイドするという意味できちんと引いてあげると、顔のバランスと崩れというのはだいぶ減るんじゃないかと思います。実際にこれをガイドに沿って直したものがこちらになります。この当たりのラインと左右のパーツの位置がしっかり合うように描いてあげると、全体のバランスがかなり整うので、ぜひやってみてください。この当たりについてなんですけれど、こんな風に描けないよっていう人がおそらく大半だと思うんですね。Twitter とかを見ていても当たりをしっかり描いてはいるけど、かなり歪みが強いケースが多く見られます。そしてその中で一番問題なのが、本人がその歪みに気づけていないということなんですね。ですがこれは日頃の鍛錬で鍛えていくしかありません。まず最初は例えば正しい円を描けるようになることです。慣れない場合はこうして十字線の補助線を入れてあげて、この4つの面が等分になるように円の曲線を描いてあげるというやり方ですね。あとは円にもパースがありますので、このようにパースの効いた円を描く練習なんかもした上で、私がおすすめする顔のあたりはちょっと太った卵型のこんなあたりです。これを基準に描いていくんですけれど、正中線は直線ではなく必ず曲線で取るのをおすすめします。こんな感じですね。そうすると頭部が球体だっていうことを嫌でも意識するようになるんですね。特にアングルがついた場合、曲面の顔に対して直線の当たりでパーツを配置してしまうというミスがかなり減ると思います。そしてもう一つ慣れてきたら、今度は側面と底面とこの3つの面、正面、側面、底面と3つの面を意識した上で顔の造形を取っていくと、さらに立体感が増していくんじゃないかと思いますね。なのでいろいろなアングルで太った卵の立体、曲線、十字線で顔の当たりを取る癖をつけるとよろしいと思います。そしてこの曲線の自体がうまく描けないよということでしたら、こんな感じでちょっとバケツっぽい感じで、もうちょっとシンプルな造形で顔の当たりを描いてあげるといいかもしれませんね。これのいいところというのは、ある程度直線が混ざっているのでとっつきやすいという点と、土台の立体が円柱なので顔は曲線の十字線を描かざるを得ないというところです。顔が曲面だと意識するだけで顔が平面的になってしまう問題はかなり減ってくるので、試してみていただければと思います。そして次のイラストはエミュー様、九重ほのか様からの応募です。こちらは非常にうまく描けていて、ちょっとびっくりするぐらい本当に完成されているので、一見すると直すところないんじゃないかなって思うんですけれど、ご本人がどうしても気になるということで細かい造形を探っていきましょう。
まずやっぱり一番気になるのは、やはり直線で顔の当たりを取ってしまっているということですね。先ほど申したように煽りの顔は強い局面で、頭部は球体ですので、煽りの顔はこの局面の当たりに沿って描く必要があるんですよね。実際にこのキャラクターの当たりを分析してみようと思います。目はやはり直線に沿って描かれていますね。そうすると顔はもうほとんど水平アングルの顔と同じような見え方で、そして耳は煽りの位置に描かれているんですね。で、頭部はこうなっていて、これをちょっと横にずらしてみると、このようにですね、ほとんど水平アングルと変わらないようなシルエットと構造になっているのがわかると思いますね。これがやはりいまいち煽りアングルにならないという最大の原因だと思いますね。そしてこちらの絵もやはり調べていくと直線の当たりで描かれているんですね。こうやって耳は結構煽りの位置にあるんですけれども、こうやって全体がやはり水平の印象になってしまっているので、これがいまいち煽りに見えないかなという原因になっています。ほとんどの方が水平アングルの顔の知識で煽りアングルを無理やり描こうとしているんですね。その中でこのように耳の位置を下げてみたりとか、鼻の位置を上に上げてみたりだとか、煽りアングルと水平アングルのパーツが混在している状態なんですね。ですが煽りアングルを描くのであれば、全てのパーツが煽りで描かれている必要があるんですけれど、こちらの絵の場合で言うと煽りアングルが 20%、水平アングルが 80% というバランスで描かれているので、それもまたやはりいまいち煽りっぽく見えないという原因になっています。だいたいこのバランスが逆になるとちょうどいいですね。煽りアングルが 80%、水平アングルのパーツは 20%。アニメや漫画の絵っていうのはデフォルメなので、例えばですが全体の顔パーツは煽りだけど、口だけは水平アングルで描いたり正中線からずらしたり、そういったミックスした状態でも結構成り立つし、それが逆に可愛くなったりもするので、その配分というのは人それぞれなんですが、そこは狙って描けるといいものであって、描けないことが理由でその配分がうまくミックスできないというのが問題なんですね。そしてもう一つものすごく重要なのが、この顔の前面と耳の側面以降の後頭部のパーツですね。ここを忘れてしまっている方が多いんですね。これを正面図で解説しますと、このように正面の場合はこのようにお団子が2つある髪型だとして、煽りアングルになった場合、このお団子というのは耳と一緒に下がっていきますよね。こちらもこの綱飾りのようなものも正面ではこのように水平アングルで見えていますが、煽りになるとこの全体のパーツが移動するので、このような見え方になっていきます。これをより分かりやすく考える方法としておすすめなのが側面図から見ていくというやり方です。このように側面図を見てみると、水平アングルではこのような状態で、煽りアングルになるとこのように顔が上の方に傾くわけですよね。カメラアングルはここにありますから、こうやって横のラインを取ってあげると、このお団子が下に下がっていくのがわかると思います。つまりこのイラストでいうと、このお団子っていうのはかなり水平アングルと同じ位置に固定されたままになっているんですね。なのでこれを若干下げてあげるだけで、煽り全体のシルエットというのがだいぶ変わってきます。そしてこちらの角飾りに関しても、このように下がっていたラインが煽りアングルではこのように水平状態になりますね。なのでこのようにアングルを変えてあげると、全体的な印象がだいぶ変わると思いますね。この後頭部や側頭部にあるパーツやアクセサリーの見え方を変えてあげるだけで、かなり煽りっぽさの印象が変わったと思います。それと同時に大事なのがこの前髪の生え際の位置ですね。これも水平アングルと煽りを比べていきますと、このようにカメラからかなり上の位置に上がっていくので、これも見えなくなっていくと思います。なので上に上げて、この位置から髪の毛が生えていくようにしてあげると、だいぶ印象が変わるんじゃないでしょうか。そしてこの方の場合、顔が浮いてしまいますというお悩みも一緒にいただいたんですけれど、その原因としましては、首の見え方が水平アングルと同じ状態になっていて、若干長いのかなと思いました。ここまで回転していくと首が結構詰まると思うんですよね。こんな感じで、なのでその詰まり具合も踏まえて全体的に顔の位置を下げてあげたのと、あとは多くの人がやってしまうことなんですけれど、首の可動域が限界を超えているような印象ですね。バランス的にはもうちょっと奥の肩を上げた方が自然に見えるんじゃないかなと思いました。
お二人とも今のままでも十分にうまいので、このままさらに煽りの技術を身につけていけば、もっともっと伸びしろがあるんじゃないかと思います。そして最後はこちら、匿名希望様からのご応募ですね。先ほどのつり目つり眉の煽りのポイントをこの方はしっかりと踏襲されているんですね。パーツも顔の輪郭もシルエットも特に問題はないんですけれど、ではなぜ平面的に見えてしまうかと言いますと、片目を隠す勢いでこの多くの面積を占めている前髪のせいなんですね。この前髪を完全に水平アングルと同じ状態で描いてしまっているために、やはり先ほど申した全体のバランスですね、煽り 50%、水平 50% という状態になってしまっていて、若干この面積が多いためにこの水平アングルがその分だけ勝ってしまって、ちょっとペラペラっとした印象になってしまっているんだと思います。髪というものもやはり立体がありますから、アングルによって変化しますし、このままだとどうしてもパッと見た印象を直線的な構造線が思い浮かんでしまうような描き方なんですね。なので実際にこうやって束を意識するイメージで描いてあげるといいですね。それから先ほど横アングルで検証したのと同じことなんですけれど、前髪の生え際がやはり下の方にありすぎるような印象を受けますね。もうちょっと上に上げていくような気持ちで、そして後頭部の羽は下に下げていくような感じで全体のバランスを整えてあげると、もうちょっと煽りっぽさが出るんじゃないかと思いますね。そして個人的に気になったのはこの襟の部分ですね。この肩のアングルを見ていくと若干煽り気味なんですけれど、この襟の部分だけ俯瞰状態になっているんですね。多分奥の襟、ここまで、この肩のラインだとここまで見えないので、もうちょっと下に下げてあげてもいいのかなという印象を受けました。それからさらに細かいところで言うと、この耳のパーツですね。やはりこちらも水平アングルと同じような感じで描いているんですけれど、耳にもきちんとアングルがつきます。こうやって視覚上の物体で考えると分かりやすいんですが、耳も水平アングルがこうだってものに対して、このように煽りのアングルでは立体的な四角をイメージした上で耳をデザインしてあげるといいですね。それでは最後にポイントをまとめていきましょう。頭部は球体、顔は曲面ですので、当たりは必ず曲線で取るようにしましょう。直線でどうにか成り立つのは水平アングルの時のみです。このように太ったお米で曲線の十字線を描く癖をつけること、それから円やパースの存在に慣れていくこと、難しい方はこのバケツの顔でちょっとずつ慣らしていきましょう。そしてポイント2つ目は、側面からの図面を使ってみましょうということです。この側面図の図面を使うことで、前面や耳までではなく後ろから耳の後頭部のパーツの位置も把握できるようになりますので、ぜひ活用してみてください。その後頭部にあるパーツや髪の生え際のところも気をつけて位置を調整してみてください。そしてポイント3つ目は、髪の毛の立体にも気をつけていきましょう。そして耳のパーツも小さなところですけれど、全体の煽りのパーツのパーセンテージを上げるためにも、細かいところまできちんと煽りアングルにしていってあげましょう。ということで、煽りの顔の添削は以上となります。ご応募いただいた匿名希望様、エミュー様、ここのえほのか様、匿名希望様、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。